皆さんこんばんは。フォーラム8プレイズ玉木のスポーツジャーナリズムの時間です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之を送るスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしはい、ます。お願いします。このシリーズ、要するに今やもう限界に達したんではないか、スポーツ。近はい、代スポーツですね。まあ、現代スポーツというふうに言えると思うんですが、これが未来はどんな風になるかっていうのをテーマに、第1回目にすごい話が出てきました。より早く、より高く、より強くに、ではなく、にプラスして、より投資をしようと、より投資するという、そういう人が勝つ。んですね、スポーツで。さあ、果たして勝つっていうのがいいのかななんて思ってたら、オリンピック自体もガラリと変わってきたっていうことがありまして、オリンピックがね、全出場選手に1万ドルのギャラを、まあギャラをって言ってしまいましたけども、それを出すというふうに言ってきたと。これに対して、この前大和大学の佐々木教授、この番組に出てもらって喋っていただいたときに、佐々木さんが言われたのは、この1万ドルはもう、先制国家には大喜びでしょうねと。選手には行かないと、絶対に。そしたらロシアなんかは、それを、ロシアオリンピック委員会が吸い上げて、それを戦争に使ったら、それで反戦平和を言っているオリンピックがまるで反対になると。いうふうなことを言われて、これはすごい意見だなぁなんて思っていたんですけれども、さてオリンピックの変質もどういうふうに捉えればいいのかってことを今日は話し合っていきたいと思います。前回に続いてゲストに、成城大学の山本敦久さんと平尾剛さんにお越し願ってます。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いし山本さんます。どうですか？オリンピックが IOC がうん、全出場選手に、これはギャラではなくって、また賞金でもなくって、要するに今までの努力に対する貢献に対する見合ったお金だということで、1万ドルをあげるというか、渡すということになっ助成たんですが、金です。助成金ですね。はい。これをどう考えればいいんでしょうね、山本さん。いやー、今、玉木さんがオープニングでおっしゃってたことでハッとしたんですけど、え確かに先制国家はそれを外貨を巻き上げて、はい。どう利用するのかっていうところには僕もちょっと思いが巡りませんでした。いや、確私かになと思いもね、ましたよ。じゃあ私もそれ思いがうん、巡らなかったのを、うん、山本大学の佐々木先生がね、言われうん、た時にドキッとしてしまったんですけれどうん、もね。確かにそうですよね。うん。ただ、おそれはIOC も予想していたようで、それうん、に対して、その申請は今年の末なんですが、申請は選手自身が、IOC のオンラインのプラットフォームに直接申し込んで、で、送金は各国のオリンピック委員会なんだけれども、その選手へ送ったという証明を IOC に示さないといけないとうん。いうルールを IOC が作ったらしいんですね。作ったの。作る予定という作ることですね。予定なのかな？ええ。現状今作ってるという作ってると。話ですね。ただ、これも、ある意味で、形だけっていう感じはしますよね。このぐらい、例えば、はっきり言いますけど、北朝鮮で選手にこうしろって言われたら選手はそうする以外ないわけですから、まあ、ロシアもそれに近い、なんて言いますか、軍隊関係の選手っていうのがすごく多いわけで、それはそうなったら、これは絵に描いた餅になるんじゃないかというふうに考えたら、これ何なんですかねっていう感じなんですけどね。山本さんどうですか？いやー、そこね、僕も今、ほんとハッとさせられたんですけど、えこのね、ニュース見たときに一番最初え、えに思ったのは、そもそもオリンピックって選手が無償で競技させられて、収はい。益は選手の元に行かないっていう、非常に珍しい資本主義の構造をとってるじゃないですか。なるほど、そうですね。うん、そんな競技そうだった。ないですよ、他に。
そうですね。うん。ただまあ、私が IOC の、弁うん。明をするわけじゃないですうん。けれども、IOC は各 NOC に対うん。していろんな助成金を配っているそうね。ことは事実だというふううん。に言って競技るんですよ。団体にも配ってますよね。表示だ、はうんい。うんうん。そうそうそう。でも、選手本人に IOC の収益の取り分が、ええ。こう分配されないっていうことが、これは何だったんだろうと思う。う今思ん。えばそう思う。マルクスならなんて説明するのかまな。あ本当で労働、すね。労働の対価ない状態なのにすごい頑張ってる選手たち労働が、分配率が労働分、0%ですからね。そうでそすね。う。うん。なうのにん。収益は上がっちゃってるわけじゃないですか。なるほどね。これ、でも、始まったきっかけっていうのが、うん。国際、陸上競技連盟のセうん。バスチャン・コー会長が、その、選手に、オリンピックに出た選手、それも優勝した選手、メダルを取った選手に、賞金を出すって言ったんですね。それと同時に、その賞金は、IOC からの援助金を使うっていうふうにまで発表して、IOC から回ってきたお金が、その賞金になるんだと。そしたら うん。IOC はちょっと待てと。そんなことよりも、そしたら、選手に対するご苦労さん代を出そうと。うん。そういうなんか一連の流れみたいなのもあったようなんですけどね。うん。これでも、それでもあれですよね。オリンピックは労働ではなくて参加なんうん、だと。そあくまでね。だかう。ら得らええ、れるものは選手たちからすれば名誉が報酬でしょ。はい、メダルを取ることが報酬でしょ。はい、それからオリンピアンになって尊敬されることが報酬ですよねっていううん、象徴的報酬としてこれまで分やってきた。配されて、分いや、配っていうか、されてきたんだけれど、まあだからそういう意味では今回も賃金とは言わないっていうところが うん、IOC らしいなってことはよくわかりましたよね。なるほどね。あくまでもこれ、で助成金ですよと。うん。うん。でもこれは、法的に、例えば裁判になったりしたら、やっぱりうん。賃金として認められるもんじゃないんですかね。うん。ね。とな、でもとな、賃金って言っちゃったら、だって収益の分配率、まあさっきね、はい。小崎さんおっしゃってたけど、収益の分配率どうなるのっていう、うん、普通そうのこう、ですね。労働市場の問題になっちゃうと、はい。IOC 結構困ると思うんですよ。うじゃあ労働者ん。の権利はっていうと、選手の権利どうなるんだとそううか、ですね。ん。団体交渉あるのかとかっていうん。うね、そうそうそうそなってくるから。う。でもこれからはそういう発展の仕方っていうか、そういううんう方向にん進まざるを得なくなったとうん。いうのが、なんか1万ドルを出すということから、そういう、なんていうか、労使関係、うん。うん。になってくるような気もするんですが、どうなるほど。ですかね。いや、そう思います。ですよそうせざるを得ないでね。すよ、それは。ですよね。うん。そしたらもっとお金も出さないといけないっていうふうにもなってくるかもしれないですよね。そういうことですよね。あれ、アメリカの、例えば、メジャーリーグうん。なんかでしたら、やっぱりお金は、選手のもらう金は、全報酬の、やっぱり50%ぐらいが選手の方に行くわけですうん。から、だから、IOC もそうなってきたら、選手の方に出さないといけないと。うん。これ将来的にはなるでしょうかね。まあ、うん、賃金と言わないところが怪しいなとは思いますよね、やっぱりね。そこの、報酬、うん。そあくまで女こを性だから。最後まで守るんですかね、IOC は。これは賃金じゃないっていう。うーん、どうなんだろう。でも、労使関係とか労働関係の成立は今のところ回避しながら、アはい。マチュアリズムは完全に、20世紀型のアマチュアリズムは完全に放棄したっていうことを、放棄したっまあ、ていうか、同時にやってみせてるなっていう感じはしまうん、すよね。なるほどね。うん。これどうですか、平尾さん。どう思われます？いやー、今のお話聞いてて、その冒頭のね、その先制国家のっていうくだあ、りは、いや、全く僕も頭なかったいや、です。そうですよね。は私い。もそうだったんですけど。うん。で、やっぱりオリンピックに関しては大枠で見ると、その IOC が全ての収益を握り、まあ、うん。各国の競技団体にまあ分配しているとはいえ、選手に渡っていないと。だから、エンはい。ハンストゲームズが開催するときに言っていたのは、先ほど言っていたエンハンはい、はい。スの、は、結局 IOC のそこをついて、うん。う世ん。界記録をこう更新した時にはボーナスを出して、選手に還はい。元するんだっていうことをアピールして開催してうん。た。
とは思うんですけうど、なんかん。そういうこう、なんていうかエンハンストゲームズのが開催されたことを受けて、まあ IOC もある程度その選手への還元を考えざるを得なうん。くなったゆえのこの1万ドルかなっていうふうにはう解釈しん。ていて、でも本当これからね、今その後お二人がうん。話されていた話聞くと、やっぱりもうこれからの現代スポーツ、これからのスポーツを考えていく上では、やっぱりもう少しその労働分配率の問題として、その、選うん。手に対して、やっぱり選手がある程度報酬を得るようなうん。仕組みを作っていかないと、やっぱりマイナー競技の選手たちっていうのは本当にこう活動費を捻出しているような状う況ん。で、うん。まあ、本当にこう競技ごとに偏りがあるじゃないですか。あります、あります。うね。だからそういう部分でもっと安心して、まあ、活動できるっていう、ん。まあ、土台を作る上では、うん。まあ、僕はまあ、第一歩かなっていうふうにうは思ってましん。て、そのマイナー競技に関して、この先、継続的に、活動していく上では、まあ、前向きに捉えていいのかなっていうふうにはう考えてん。はいました。はい。と考えることはできるんですけれども、はただこの1万ドルの発表があった時に同時に冬のオリンピックでのスキーの複合の廃止っていうのが決まってるんですよね。うん。そしたら、じゃあい。ね。次は、夏のオリンピックで、例えば、五種競技はどうなるんだろうとかね、こう、うん。人気のないのはどうなるんだろうということになってくるのかな、なんて思うんですけれどもね。まあそうですよね。結局それは、儚い望みで終わりそうですよね。本当ね。そうそすごく、まあ、う。肯定的に捉えた上での、うん。考えにしか過ぎないとは思うんですけど、そう。だからやっぱり、肯定的に考える時には、僕も1万ドルのことを初めて聞いた時には、あ、これは無国籍選手だとか、それからとかのに対する援助というのは、こう、すごくいいこともあるんだろうな、なんて簡単に思ってたんですけれどもね。その佐々木先生の言われた、先生国家がこれを吸い上げるって、金を吸い上げるって、それも簡単だろうと思った時に、これ偉いことが始まったなっていう気がしてきたんですけどね。これ、うん。山本さんどうなんでしょうね。将来はどういうふうに進むと想像できますか？でもやっぱりね、玉木さんがおっしゃるように、マイナー競技が切られていくと、もう収はい。益上がらないものは切られるよと。そう、そそうですね。う。でも一方で、陸上とかね、もう、はい。その伝統的な競技はなかなか切れないから、はい。でもニック・シモンズって昔800メートルの選手が、うん。食べていけないから、アメリカの陸上選手でオリンピアンなのに、生活できないから、自分のね、左肩に入れ墨、タトゥー入れて、はい。それを、どこかの企業にあ買ってもらあ、うんだと、そのアカウントを、ツイッターのアカウントを。なるほそうやっど。て自分で自分の体を収うん。益化するっていうことをおー。やるほど多くのオリンピアンたちは生活に困ってるんですよ。なるほどだからそね。の現実はこの間かなり IOC は厳しく追及されてたので、うん。だから助成金を配りますよっていうう言い方ん。をし始めたのかなっていううん。こともちょっとは考えられるんだけれど、うん。うん。で、でも、なんか、すべての回転が資本主義の中での回転になるような感じがありうん。ますね。そのいや、タトゥーを入れたのが、ある意味宣伝になるっていうのをうん。聞いて、うん。星新一さんの SF、小説を思い出して、うん。あと、額に、企業名を入れて、それでお金をもらうといううん。職業の人たちがうん。街を歩いているという うん。小説だったんですけど、それに近いことなんですよね。それはっきり言うと。そうそうそうそそういう方向にやっぱり行っちゃいますかね。こう。うう、要するに資本ーん。主義の原理でこれから回っていかざるを得ない。うん。要するに、前回の話で、近代スポーツがどうなるかというときに、お題目がきちんとあって、フィクションが成立していたのが、タガが外れちゃったという話うん。だって。そのうん。外れたタガというのの後に残ったものは、やっぱりどうなんでしょう、山本さん。資本主義なんですかね。うん。もう、
もう何資本主義と呼んだらいいのかわからないけれど、何うん、資本主義でしょうね。スポうーツ資本ん。主義。うそう。でもね、ん。そのスポーツが資本主義に利用されるじゃなくて、うスん。ポーツが本当にね、巨大な資本を動かすための土壌そのものになっていうて、だかん。らインフラ化スポーツのインフラ化って僕考えてるんですけど、うん。だからワールドカップもオリンピックも、その小さい国じゃもうできなくて、あはいはい。る程度ね、そのお金があるところはい。とか、あと今度ワールドカップもサウジアラビアでやったりとか、はい、そうですね。これまでもロシアでやったり、カタールでやっはい。たりって、とんでもない、権威主義的な国家、はい。リーダーが好き勝手できる国家じゃないと、もうああいうオリンピックやワールドカップでできなくなってきてるわけでうすよね。ん。うそういう意味でん。は、資本主義と権威主義的国家の合体したいや形の土壌ー、にスポーツが今なり始めているなっていう感じはするんですよね。なるほどね。うん。なんか、資本主義とその権威主義が合うん。体したうん。形でって言われたら、なんか頭にピーと浮かんだのが中国ってことになっちゃううんですけどん。ね。まるでそういう感じうん。の、要するに発展の仕方っていうんですかね。行き着く先はそこなんですかね。うん。うだからん。なんかスポーツをやることが、大会をやることが、やっぱ都市のインフラを作り直せるし、うん。観う光を増ん。やせるし、マネーも集うん。まるし、広告うん。も集まるし、SNS の発信も増えるし、うん。うそういう意味でん。スポーツそれ自体が、なんていうのか、利用されるっていうよりももう、うん。価値や資本を生み出すものになってる。うん、なるほど。うん。うそこん。があるから今ワールドカップもオリンピックもとんでもない収益を上げるはい。のかな、エンターテインメントになってるんじゃないかと思うんですよね。なるほどね。うん。なんか今私の頭にポンと浮かんだ言葉はローマの休日という言葉なんですけれども、うん。やっぱりローマのグラディエーターたちがうん。コロッセオで戦った、うん。そこに何万もの人が見に行ったといううん。ような状態は、そこからもう始まっているというか、今のスポーツのありようが、そんな風になってると。一方でそね、私はつい最近気づいたことなんですけど、う。うん。それこそローマの休日って映画あるじゃないですか。あれ、うん。ローマンホリデーってね、あれ、言葉、失礼ですけど、山本さんご存知でした？いやー、どういう意味わかんない。かっていうの。いや、私は調べたら、ローマンホリデーというのは、他人に迷惑をかけることを顧みずに休日を取ることで、うそれはん。ローマ人がコロシアムで、パンとサーカスのサーカスを見ること、それを指していたのがローマンホリデーだったっていうのを知って、ありゃあ、あの映画のタイトルってのはそういう意味だったのかというのを知ったんですけど、まるでそういう状態に今のスポーツ本になってきたということうん。ですね。そしたら。うん。うん。山本さんいや、どうですか？もう僕、ローマの末期にすごい来てるなっていうのは思いまあ すよ。ローマ帝国の。うん。ああ。でもこれローマの休日ってご存知なかった、やっぱり。それ知らなかったです。で、私も知らなかったびっくりしうん。たんですけどね、辞書なんかにも出てるんですね、ローマンホリデーで。えーえさあ、どうでしょう、平尾さん。ローマンホリデーになってしまった日本で、世界のスポーツ。どうなっていくんですかね。でも本当うん。そういう意味ではジュールズ・ボイコフさんの祝ああ、賀資本主義、祝賀便乗、三次便乗型資本主義からの、いわゆるまあ祝賀資本主義祝賀。ね。はい。はい。がもうここに極まれりというか、なるほまあど。そういうことになって動くお金も大きいし、でもやっぱ山本さんがおっしゃったように、インフラ化している、スポーツのインフラ化っていうのが妙に負にう落ちん。て、どんどん話聞いてると落ちていくと言いますうか、ん。ただまあ、一つの望みとしては、そのオリンピック意外と若い人たち見ていないので、うん。もっと言ううん。と、部活動をしている、中学生、高校生、まあ大学生も含めてもいいかな。それよりも我がスポーツの方が大事みたいうん。なね。うん。で、
なんかこう、雲の上でやってる別物みたいな見方、それは別に冷めてるというわけではなくて、やはり自分がやってるスポーツが上手くなりたいとか、目の前の試合で勝ちたいとか、レギュラーになりたいとか、いわゆる自分の体を通じたそういう経験の方があって、で、その延長上として見るから憧れたり昔はしたと思うんだけども、そうではなくて、何かしらオリンピックとかは、まあ、超人たちがするものだし、で、引退したアスリートたちも武勇伝を語るから、なんか別の世界で住んでて、今の自分とはどう考えても地続きにはないぞと思ってる節が、僕、ここ何年か、ラグビー指導したり、授業してたり、思うんですよね。で、そういう若い人たちが、意外とまあ冷めたというか少し距離を置いた目で見ている世代がもう少し上に上がってくると、そのオルタナティブなスポーツの形っていうものを生み出してくれるのではないかなっていうようなな楽観もるほど実は持ってまして、そうですはい。ね。はい。なんかそ僕ら世代なんかはやっぱりオリンピック違う。で、僕なんかもワールドカップ自分が出てるから何かう。しらやっぱり自分の競技の延長上みたいなところでの見方、憧れ、感動があったけれども、でもそうじゃないんですよね、今の若い子たちっていうのは。そこがやっぱ希望かなとは思ってます。その連続線上に、ローマンホリデーであるようなパンとサーカスのイベントというもうん。のはもう全く異次元のものになって、うん。自分に近い自分のものというのうん。は別にあるんだというような二極化が進むだろうということを。そうですね。だからまあ多分ローマンホリデーでそういうのを見てる人たちをちょっと冷めてみるというか、あなんであんなに見てあ、るの面白いのってなるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。だからなるまあそういう意味でほど。は危機感もありますけども、う単純ん、な楽観ではなくて、そううやってスん、ポーツがまあ分断されていくというか、なんかそういう部分をしっかりちょっと考えていかんとあかんのかなうというような、ん。はい、そんなふうには思ってます。危機感を抱かなくってもいいかもしれないっていうふうに思いながらあ、ね、そうですね。お自然話と、はい、聞いたので。バトンタッチをしていくというかね。うん。山本さんいかがですか今の？うん、ここまでのね、話、1回目のその、エンハンストゲームもそうですし、はい。今回のそのオリンピックの報酬の話、巡る問題もそうなんですけど、そうは言っても選手たちの身体っていうのは、うん。やっぱそんなに簡単に数値化できないし、うそん。のね、なんていうのかな。簡単にその最適化できないし、はい。これで収益いくら上がるよとかっていろいろう計算してん。も、結局新記録は簡単にも出ないし、はい。だから、やっぱりいろいろ資本主義が前のめりにスポーツ選手のそうん。のパフォーマンスを収益化しようっていうふうにやっているけれど、うん。でも選手の身体は完全にはやっぱり最適化されなくて、うん。むしろうん。身体はそんな簡単に資本主義の論理で予測でうん。きるものじゃうん。ないよっていうことを、なるまあ、ほど。見せてくれているのかなっていうところうんに期待はしてるんですよね。なるほどね。ただどうなんでしょう。そこに対して、身体に対して資本主義の方からういろんん、な攻撃があって、うん、で、それに合わせるようにして、まあ言ってみれば、イソップ童話のヒキガエルみたいに、うん、どん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 お腹を膨らましていったスポーツが、やっうん、ぱりどっかで破裂して、うん。違うものにガラッと変わるっていうような時代になるんでしょうかね。どうですか、山本さでもん。まあ、ね、破裂寸前であることはもう間違いないですああ、なよね。るほど。で、破裂しないようにどうするのかっていうところで、はい。いろんな人が知恵を絞って知恵をるんだろう絞って。けど、どうやってはい。この収益化の構造を続けるのかっていうのをね、なるほどあの手このね。手でやってるんでしょうけど。なるほどうね。いん。やいや、もう本当に今のスポーツを分析していると、すごい社会が見えてきたということになって、自分で書いた本なんですけれども、一番面白いスポーツは幼稚園の子供たちのリレーだと、もうみんながそれでギャーギャーと、もう勝っても負けても喜んでいる、これほど素晴らしいスポーツはないということを書いたことあったんですけども、そういう自分の側と、それと、ローマンホリデーのうん。コロッセオであるイベント。
の違いっていうのが、これからどんどん変わる、開いていくっていう感じもしないでもないですね。まあ、そんな感じもしたんですけども、さて、そこで日本のスポーツは一体どうしたらいいのかということに、最後は、話していただきたいと思います。世界のスポーツどんどん変わってきているのに、日本ではまだ真夏の甲子園もやってましたし、それからラグビーですね、外国籍の選手をどんな風にするかなんていうことで、楽なんていうか、時代を後ろに引き戻すような政策が出てきたと。日本は果たしてスポーツをどうするのかなって思っています。それを最後の3回目に、話していただきたいと思います。2回目も非常に有意義な話、山本さん、平尾さんありがとうございました。また3回目もよろしくお願いします。願いします。はい。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムのテーマは、海外出身選手排除のラグビーリーグワン、延々続く真夏の甲子園、日本のスポーツの未来はです。引き続き山本さん、平尾さんとともにお送りします。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。